子供がいます。東京住民ですが、戦争が近そうで怖いです。選挙というのしか車できないのですが、子供は守りたい。明日、アメリカの大統領選挙が投票になりますけれども、僕の予想だと多分トランプさん勝つんですよね。で、トランプさんが勝つにあたって、誰が決めるのかっていうのでいくと、ニューヨーク州の人でもなく、カリフォルニア州の人でもなく、ミネソタ州とかミシシッピ州とかアリゾナ州っていう、どちらかというと中部の方で産業とかがそんなにない地域の人たちが、どこに投票するかで大体決まるんですよ。トランプ大統領が勝つと、ウクライナ負けます。でトランプ大統領はウクライナの支援はしないと言ってるので、多分多少はするんですけど、今のバイデン政権ほどの支援をしないので、結果としてウクライナは、多分もうロシアに対してやり返すという能力が持てないと。なので、ロシアが今確保している部分はもうロシア領として認めて、で、それ以外の部分はウクライナという形で結末を作らざるを得ないんですよ。っていうことでいくと、正義は守られないよねということにはなるのですが、アメリカの人たちはウクライナの支援をしなくなるので、税金はアメリカ人のために使います。ヨーロッパもウクライナ支援というのを結構やってるんですけど、で、それもやる必要がなくなるので、結果としてフランスとかドイツとかも政府支出は減るんですよ。ロシアの戦争とウクライナの戦争が終わったということで、ある程度ロシアの経済制裁が解かれたりして、で、原油価格が下がると、今、原価格のせいで電気代高いよねって言ってる人たちも電気代が安くなります。なので日本も電気代高いよねって言っても電気代が安くなって、インフレも多少収まる可能性があります。なので、経済ベースで考えると、ウクライナとロシアの戦争は止まった方が良いんですよ。ただし、長期的にいくと、兵力の多い国連常任理事国は、隣の国に攻め込んで、隣の国の国民を殺して、領土を取っても、ペナルティがないよねという歴史の事実を作ってしまうことになるんですよ。アフリカ諸国とかヨーロッパとかは、NATO の国とかはロシアが突っ込んでくることはないよねっていう、ある程度の安心感はあるんですよね。ロシアはウクライナを弱いから攻め込んだわけで、核持ってますってフランスだったりとか、ドイツだったりを攻めることはないんですけど、で、多分、その後に起こることというのは、国連常任理事国であれば、他国を侵略して領土を取ってもいいよねとなってしまうと、多分次に起こるのは中国が台湾を抑えるなんですよ。で、トランプ大統領はそんなことしたらふざけんなって言って経済制裁とかやると思うんですけど、台湾を守るためにアメリカ人を殺すというのはやらないと思うんですよね。で、中国としてもそれが起こると怖いので、じわじわ攻めるをやらないと思うんですよ。ロシア・ウクライナ戦争の時って、ウクライナの国境沿いにロシアの兵隊をずっと置いといたんですよ。で、あくまで訓練だって言ってて、でもなんかすでに10万人とかの部隊を置いといて、やんないよ、これは訓練だよって言って、アメリカも、あれは訓練らしいから俺たち何もしないよって言ったんですよ。で、言った瞬間に攻めたんですよ。で、結果として、アメリカが兵隊を送るというのはやれなかったんですけど、これ多分トランプ大統領になった時に中国は予告もせずにいきなり台湾上陸とかやると思うんですよね。いきなりこう空港とかを空爆して戦闘機が出てくる前に揚陸艦をどんどんって送っちゃって、で、抑えるっていう形になって、で、もう台湾の中に中国兵が上陸してしまいましたという状態になると、アメリカ兵としてできることはあんまりないんですよ。要はそこで台湾に上陸して戦争しようにも、どこが中国人でどこが台湾人かもわからんし、台湾にアメリカ兵が上陸して殺人行為をするというのが果たして国際法上どうなのって話にもなっちゃう可能性があるんですよ。国連としては台湾は中国の一部ということにしているので、そうすると中国の一部というふうに国連が言ってるところにアメリカ人が入ってって中国人殺したら、これはその内政干渉であるというのも一応言えてしまうんですよ。なので多分アメリカは様子見になっちゃうと思うんですよね。で、トランプさんとしては別にアメリカ兵が殺されるようなことはしたくないから、なので攻めるメリットもないんですよ。なので多分中国に対して経済制裁をしますみたいなところでお茶を濁すっていう風になって、結果として台湾取れたよねってなって、で、ただその、アメリカと中国はまあそれでいいよねって言ったんですけど、中国が台湾と呼んでいる地域の中に、八重山諸島とか入るんですよね。
中国が台湾を中国と呼んでいるように、中国がここ俺たちの土地だよねって言ってる中に、日本の領土が入るんですよ。最近で言うと尖閣諸島とかも、あれも中国自分の領土って言ってるんですけど、なので、それは取るのが当たり前だよね。だって俺たちの土地なんだもんっていう時に、アメリカは止めてくれないよねっていうのがあるので、台湾取った次は多分尖閣諸島とか、リアヤマ諸島とかが取られるのを、こうビクビクしながらずっと怯えるという状況になるんじゃないかなと思うんですけど。なので、まあね、残念だよねっていうところなんですけど。なので、安全な地域に住むっていう、アメリカの山奥の方に住むとか、日本でも山の中に住むとか、東京とかだと何らかしらの爆弾が落ちてくるとかの可能性もあるし、八重山諸島とか沖縄とか、米軍の基地があるところだと、何らかの攻撃を受ける可能性もあるので、なのでそういう地域には寄らないようにするぐらいしかやれることはないんじゃないかなと思いますけどね。一応、八重山諸島にも自衛隊の基地はあるんですけど、やっぱ中国人軍が本気になってしまった時に、勝つための訓練っていうのはできてないと思うんですよね。玉木さん、アメリカ駐日大使呼別されてるんですか？エマニュエル大使が玉木さんを呼び出したっていうので、立憲の野田さんには会わないけど、エマニュエル大使には会うっていうので、多分僕ツイッターで書いたんですけど、ワンチャン玉木総理大臣、そうじゃなかったとしても、キャスティングボードを握ることになるので、キャスティングボードを握ることになる党首というのに、会っていない、会ったこともないとなると、アメリカとしては、お前仕事してねえなってことになっちゃうんですよ。駐日大使というのは、日本の政治状況というのを理解して、ある程度関与できるような状態にしなきゃいけないですけど、でもじゃあ自民党がその政権を取るのか、立憲民主党が政権を取るのかっていう、そのキャスティングボードを握る国民民主党の代表に会ったことありません。話したこともありませんってなると、お前全然仕事してないじゃんってことになるので、一応会ってみて、あいつ会ったことあるけどいいやつっす、みたいな、っていうのをやる必要があったってことなんじゃないかなと思います。トランプ氏とハリス、どちらが大量戦勝つか予想してください。これね、毎回僕ね、言ってるたびに違うんですよ。トランプ大統領が暗殺されそうになった瞬間は、トランプさん勝つよねって言ったんですけど、で、その後、トランプ大統領が人種差別発言とかでオウンゴールをしまくっていて、ハリス氏勝つんじゃねえって話をして、で、ハリス氏が副大統領、スイングステートの人の知事を任命するみたいなことで、結構言ってるかなっていうのもあるんですけど、ただ今回のガザとイスラエルだったりとか、ロシア、ウクライナとかの戦争を見ると、ああいった特殊なことが起きたときに、今のアメリカ政権、ハリスさんとバイデンさんは止められてない。でもあれに対して何か特殊なことをして止める可能性があるとしたら、それはトランプだよねというものに関して反論ができないんですよ。バイデン大統領、ハリスさんがやった場合は、今まで通りがそのまま続きます。で、今まで通りがそのまま続いたときに、果たしてそれはアメリカ人にとってプラスなのかって考えると、そうじゃないよねと考える場合もあるので、そうするとトランプ大統領を勝つ可能性も結構高いとは思うんですよ。なのでね、結構ね、答え僕わかんなくて。で、アメリカ人の知り合いとかにもね、結構聞いてんだけどね、みんなね、わかんねえって言うんだよね。アメリカ人がわかんないのに、日本人がわかるわけないでしょ。アメリカ住んでるわけでもないのに。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。